30の燃料計が壊れたから修理しました。30の事業らしいんですけど、自分ので壊れたのは初めて。燃料タンクのフロートがダメになるんじゃなくて、指示板が動かなくなるやつ。指示板を回転させるシャフトが折れちゃうんだよね。やけにガソリンでウェット気味だからゴムもダメかな。ソレノイド、納期は大丈夫そう。基本的にかのラビットハウス様の修理法で直します。ワイダ様に感謝です。試しに手持ちのジャンクの燃料計を修理します。ジャンク燃料計を割らしていきます。とりあえずネジを全部外していって、窓の透明板完全に終わってるね。これも指示板同じように壊れてるね。指示板を固定しているナット部分がねじ切れる症状。ギアの部分は無事なんだけどね。試しに円盤を乗っけてみるけど、ダメだね。なんでこんなところがねじ切れるんだろう。これ知らなかったんだけど、シャフト部分が樹脂なのね。ポンチ打ちます。手持ちの中華ピンバイスで 0.8mm の穴を開けます。樹脂なんでそれとなく取れますね。しかし途中から結構掘りづらくなりました。刃先がどうというよりもつかめる太さが細くてピンバイスが滑ります。ワイダ様の修理指南通り 6mm の深さに掘ります。なぜに樹脂なのか。
ちょっと動画撮り損ねていきなり完成。一応治ったけど色あせがひどすぎるん。まともなドリルバーを買いました。ピンバイスがつかめる部分が太いので滑りません。うわ、やっぱ中華の激安精密ドリルセットとは違うわ。スルスル掘れる。このタミヤのドリルは刃が切ってある部分がほぼ 6mm。 目標深さが 6mm なのでちょうどいいですね。この部分アルミかなんかで作り直してもいいかもね。でも樹脂で作った理由も何かあるんだろう。30を長く乗ってたら絶対に壊れると思うけど。まあ大体センターかな。ラビットハウス様の指南通りに仮釘を買ってきました。頭の緑色の部分を 1mm 厚に切ります。この形状の仮釘 0.81mm と 0.83mm があります。今回はうっかり 0.81mm を買いました。クリアランス的には 0.83mm の方が良いかも。目見当で切ってるので。この緑色の部分ゴムみたいな素材で切りやすいです。厚さ 1mm になりました。出ている釘の部分を 5mm の長さに切ります。切れました。一応ワッシャーを入れて生地板を合わせて切った仮釘を差し込みます。直った。しかし正しい角度がわからん。ガソリン漏れ漏れだったのでゴムパッキンやら燃料ゲージメモリ板も交換します。この手のものが新品で手に入るのは助かります。30に乗り始めた当初はこの部分は自作でしたね。ゴム板や透明なプラ板を買ってきて自分で切ってました。新品はよきよき。生地板の正しい角度がよくわからん。
内径が大きいゴムバンが一番下かな。ゴムバンで表示板を挟んであげて、上からベースをかぶせてネジも入れちゃう。ここ何かをメッキに出すときになんとなく一緒にメッキしちゃいました。まあこんなもんやろ。ちなみに10年前見つけた文字盤はこんなでした。オーバートルクとガソリンのせいかな。自販機の聖地に向かう朝です。その前にきれいした燃料計を取り付け、パッキンボムも新品にしたからセーフティー改善かな。オーバートルクにならないように均等に締めていって、潰しちゃわないように。ラビットを揺すって動作チェック。まあこんなもんやろ。